はい、どうも、旅人 IT ライター、サトルです。今回はですね、スマートフォンのカメラテストですけれども、撮影対象はこちら、バルミューダフォンになります。バルミューダフォンのカメラ、こちらですね、ネットとかだとちょっとあまり評判良くないんですけれども、以前ちょっとツイッターとブログの方で、ピクセルのカメラアプリをぶっこ抜いてというか配布されているのをダウンロードして使ったら綺麗に撮れたというような投稿を見かけたので、もしかしたらサードパーティーのカメラアプリを入れたらちょっと綺麗に撮れるんじゃないかなと思って、バルミューダフォンの標準のカメラとサードパーティーのカメラアプリでちょっとどれくらい仕上がりに違いがあるのかなっていうのをテストしてみようかなと思います。使用するカメラアプリなんですけれども、プロカム X と、オープンカメラ、これ意外とね定番のサードパーティーアプリのカメラとしては定番のアプリなんですけれども、プロカム X の方は、有料版を購入しております。風景とか一般的な撮影はこの標準のカメラと、プロカム X とオープンカメラの3つで、比較しているんですけれども、料理に関しては加えてスナップディッシュ、それから夜景に関しては夜景カメラの方を加えた4つのカメラアプリで比較しております。今回も基本的には、レンズを向けたらそのままシャッターを押すというような形で撮影をしております。一部ねちょっとピントが合いにくいところあったりする場合は、共通して、画面をタッチしてピント合わせたりしているんですけれども、明るさとか色調整とかは基本的にはしていないです。プロカム X に関しては基本的に HDR オンにして撮影しております。それではどれくらい違いがあるかチェックしてみましょう。どうぞ。
はい、というわけでこのバルミューダフォンの、標準のカメラと、サードパーティーのカメラ、プロカム X と、オープンカメラ、それから、料理の写真は、スナップディッシュ、そして夜景はこれ、夜景カメラ、英語名だとナイトショット4になってるんですけれども、これで、撮影して比べてみました。どうですかね。個人的な感想としては、この標準のカメラしっかりとね、この搭載されているセンサーだとかレンズの特性に合わせてチューニングというか調整はされてるんだなという気はしました。というのもね、やっぱり普通に構えてシャッターを押すだけの状態だと、サードパーティーのカメラアプリよりも綺麗というか明るさがちょうどいい感じで撮れてるかなというような印象でしたね。多分ね、他のサードパーティーのアプリのカメラとかもその辺しっかり露出とかホワイトバランスとか調整して撮影すれば綺麗に撮れるでしょうけど、やっぱこの手のカメラはね、シャッターボタンを押した時に出てくる絵が、どんな感じかっていうのが多分重要になってくると思うんで、その辺は及第点は与えられるんじゃないかなと思います。もちろんね、カメラをこう3つ4つ5つといっぱい積んでそれを AI で処理してっていうようなスマートフォンのカメラと比較すると、だいぶ落ちますけど、レンズ1個センサー1個のカメラでやってるとすれば及第点じゃないかなと思います。それから賛否両論がある、料理の写真なんですけれども、このスナップディッシュと仕上げの方向性みたいのは結構似ているかなと思います。ちょっとね、標準のカメラはビビッとすぎるなという気はするんで、その辺がね、特にこう好みの差が出てきてるんだと思いますけども、方向性は悪くないんだなと思います。ちょっときつすぎるかなとは思うけどね。で、夜景に関してもナイトショット、夜景モードにするとなんか変に明るくしないでなんか自然な夜景が撮れていたかなという気もしますね。自分的なまとめという話になると、レンズ1個カメラセンサー1個で処理しきれてる限界点かなという気はします。カメラ目当てでこのスマートフォン買う人はいないでしょうから、カメラもっと綺麗な写真とかなんて言うんだろう、最新の AI をねガンガン回して撮るような写真が撮りたいんであれば、これじゃなくて他のスマートフォンを選んだ方がいいと思います。はい、といったところで動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。